役者後書き。2年がかりでカミンズ助手のイエス伝を完訳できたことを嬉しく思う。上官にあたる少年時代は涙ぐみながら翻訳にあたり、今回の青年時代では納得のできる回答が得られた時に、誰もが味わう理性的満足を得ながら進めてきた。優しく言えばなるほどの連続であった。もう一つ突っ込んで言わせてもらうならば、本書のイエスほど自然で素直に感じられる人物はいないということである。正統派が大事にしている新約聖書の中でイエスは、実に不自然で不明な事柄が少なくない、土台数多くの断片を継ぎはぎして作られたものであるから、無理もないとは思うが、鮮明なイエス像が浮かんでこない。まず第一に強調したいことは、今更言うまでもないことであるが、イエスの徹底した信仰と実践である。彼が絶対的に信頼していた神の本質は愛であるから、当然の帰結として人間性を無視する現象や、それを否定する状況を許すことはできなかった。権力を傘に来たパリサイ人や立法学者が取った冷酷な態度や、自分さえ良ければという利己主義と戦い、あるいはまた全く無防備なか弱い羊を餌食にしようとする狼とは命がけで戦うイエスであった。この勇気はどこから生まれてきたのであろうか。神が愛であるということを心から信じていたからだと思う。彼は凶悪な泥棒の前や殺傷の場面において肉体を滅ぼす者を恐れていないと語り、いつでもこの世を去る準備はできているとも語っている。神を心から信じているという極めて単純なキーワードに注目してもらいたい。信仰と愛の実践とは全くイコールなのである。このような信仰の原点を見事に伝えてくれた本書のイエスに改めて惚れ直しているところである。この点を書いている現代の教会については今更触れる必要もあるまい。死んでいる者を批判しても始まらないからである。第二に考えさせられたことは、自分に与えられている使命を長い時間をかけて追求していく真剣な態度である。もし私が預言者ならば、16章3章というセリフが何度か語られている。心から愛していたアサフ、障害者がローマ軍によって無残にも殺されてからのイエスは、ややニヒル的になり、何もかも虚しくなり、一旦はイントン修道会として名高いエッセナ派の生活を始める。それでも彼はそこで満足が得られず、忍者として一生を終わることに、本来の使命を感じることができなかった。言い換えれば、証明感が得られなかったのである。ついに彼は故郷ナザレに帰り、おばのマリア・クローパスとの会話から電撃的なひらめきを得るのであった。それからのイエスの態度は一変した。神の愛の実践者として、非人間化による犠牲者たちを片っ端から救済し、非人間化を行使する権力者、体制を徹底的に糾弾した。つまり目まぐるしい奇跡と論戦の連続であった。人間には誰にでも使命が与えられている。イエスのような霊覚者でさえ、真剣に追求している姿に心打たれるものがある。イエスが使命に関して終始考えていたことは、本書によれば二者択一であった。一つは洗礼者ヨハネやエッセナ派の指導者からも強力に進められた道、すなわち隠遁生活である。瞑想によって常に神と交わり、世俗と縁を断つことである。他の一つは世俗の中に入り、人々の間で神の愛を実践することである。結局は人間が本来あるべき道を選択したのである。彼の選択は私たちに言い尽くせない勇気と目標を与えてくれたのである。第三に大変嬉しく思ったことは、実践の原動力を何によって得られるかが明示されていることである。つまり神との合一のことである。イエスはこれなくして前に進まなかった。全く一人になって人気のないところに行き、霊的交わりをした。その状態を何と表現しようが問題ではない。とにかく神と霊的に交わるのである。それによって莫大な霊力が得られ、死人をも生き返らす力となり、体制を論破するエネルギーとなる。その断片をアサフやヨハネが垣間見ている。このこと一つを取り上げてみただけでも、今の組織的宗教の欠陥がわかるというものである。イエスは手で作った神殿を嫌った。組織宗教は豪華な建物を持ちたがる。イエスは腐敗しきった組織宗教の仰々しい儀式や意味不明の教義、そして豪華な祭服を糾弾した。皮肉にも今の教会は
イエスが嫌ったものを全部揃えてしまったのである。本書のイエスがはっきり示していることは、信仰は個人のもの、宗教は実践ということである。信仰と組織は全く馴染むものではないと思われる。信仰が集団となって生きる道は、エッセネ派のようなイントン修道会であろうと考えている。イエスが愛に満ちた奇跡を行っているのを見て、当時の宗教的指導者、パリサイ人立法学者などは言うにこと書いて、ベルゼブル、悪霊の頭目の力を借りてやっているのだと言った。あれから2000年経った今、再びイエスが現れたなら、今の教会の連中もパリサイ派と同じようなことを言ってイエスを非難するであろう。イミジクもシルバーバーチレーがこの点を明快に指摘していることをご存知の読者もおられることであろう。シルバーバーチの霊君、近藤和夫役、新潮社巻を参照。ギブス助手の短い序文を読んで気がつかれたと思うが、このイエス伝は十字架の使者と称する方からの霊界通信である。中、ギブス助手はカミンズの霊界通信に影の形に寄り添うごとく尽力した補助者である。いわばカミンズ著作集の生き証人である。クレオパスの書の序文によれば、ギブス助手は音楽、演芸、旅行に親しみ、年代は不明であるが、我が国をも旅行している。自分や霊団の名前さえ明かさず、実に清々しい十字架の使者というからには、ひょっとするとイエス自身が直接関わっている霊団ではなかろうかと想像している。それ以上のことについては詮索する必要を感じていない。それよりも本書に描かれているイエスほど身近に感じ、感動したことはなかった。ありていに言えば、最も尊敬する兄としてのイメージである。少なくとも私にとって、本当の兄貴ができたような幸せを味わっている。私がこれから歩もうとしている道中において、この兄貴ならば励みとなるに違いないと確信している。そのような確かな人物に出会えたという実感は私だけであろうか。本書を通じてイエスがどのように感じられたか、多くの読者から聞いてみたいと願っている。余談になるが、実は本書の原本がなかなか手に入らず困っていた時があった。絶版になった上、英米の主たる古本や図書館などに問い合わせを出しても、返事は絶望的であった。少年時代とは切り離すことのできないシリーズなので、なんとか入手できないかと、八方手を尽くした。私の困っているのを見るに見かねて、近藤和夫先生が助けてくださり、ついにサイキックプレス社、ロンドンの大津選手が持っておられることを突き止めてくださり、250ページにわたる原本のフォトコピーを送ってくださった。もちろん天にも昇る心地であった。昨年の秋のことである。何もかも丸がかりでお世話くださった近藤先生の温かいご配慮とご指導を心から感謝する次第である。次にお礼を言いたい方は、何と言っても心底から納得のいくイエスに出会わせてくださったカミンズ助手と十字架の使者である。すでに霊界にあって背後から力不足の私を励まし、全巻を完訳させてくださったものと思っている。最後にイエスの少年時代、発刊以来、昭和62年4月、全国から寄せられた手紙を転送してくださった長文社の労を心から感謝する次第である。昭和63年7月、鎌倉。新装版発行にあたって、この絵は愛によって作られ、愛によって支えられているにもかかわらず、人間だけがこの重大な真理を無視した生き方を続けている。この事実を最も露骨にえぐり出してくれたのがこの一連のシリーズである。テロや憎しみが世界中に広がっている今日、一人でも多くの人たちがイエスの生き様を知って愛に目覚めた生き方を始めてほしいと願っている。3作合わせて読んでいただきたい。平成18年12月、山本貞明。